です。梅小路京都西駅は京都駅から嵯峨野山陰線でわずか1駅です。今回利用したのは駅から1分のホテルロイヤルパークホテル京都梅小路です。駅前の広場まで出るともうホテルが見えてきます。ホテルのすぐ横には今は引退した市電が置かれていました。隣にはスターバックスもあります。ホテルの下にはコンビニファミリーマートもあり、恵まれた条件のホテルでした。ホテルの入り口は京風の町屋をイメージしたおしゃれな入り口でした。入り口横にはループのコートがありました。貸し出し用の自転車もありました。おしゃれなエントランスを抜けてホテルへ入ります。とても広く開放的なロビーでした。ロビーの一角にはガチャガチャがあり、その隣には先ほど見たファミリーマートへ出る専用の扉がありました。利用した日はクリスマス前なので、クリスマスの装飾がされていました。上品でおしゃれな感じがする装飾でした。ホテルのロビーによくあるソファーはありませんでしたが、座布団が置かれており、座ってくつろぐことができます。このスペースには盆栽が置かれており、和を感じることができます。フロントも清潔な感じがしました。自動チェックイン機、外貨両替機がありました。鉄道博物館がすぐ近くなので、電車で号が置かれていました。エレベーターホールもとても広々としています。チェックインを終えて部屋へ向かいます。客室は6階まであります。私たちは3階のお部屋でした。エレベーターホールの横には製氷機、そして電子レンジが置かれていました。コンビニが建物内にあるので、電子レンジはとても助かります。こちらが今夜の京都での我が家です。ルームキーを突き刺して部屋の電源を起動します。今回私たちはスタンダードツインの部屋を予約しました。ベッドのサイズは 110×197 センチのベッドが2台でした。ゆったりしていてとても使いやすい部屋でした。絨毯の柄も京都らしい梅の花の柄でした。ベッドサイドには照明のコントロールパネルとコンセント、USB 充電端子がありました。こちらの棚には小物を入れておくことができます。反対側のベッドにも同じものがあり、台の上には丸い可愛い時計が置かれていました。部屋は全体的に落ち着いた和モダンな雰囲気で統一されており、天井の照明もとてもおしゃれでした。随所に京都の雰囲気を味わえるとても良い部屋でした。テーブルの上には
ミネラルウォーターが2本用意されていました。テーブルの横には京都観光に役立つ冊子が置かれていました。ロイヤルパークホテルズの会員に登録するとお得な宿泊プランや様々な特典を受けることができます。こちらの木箱の中にはグラス、カップのセットとコーヒー、お茶のセット、電気ケトルが入っていました。カップとグラスにはこだわりが込められており、とてもおしゃれでした。その下にはややスペースの小さいミニ冷蔵庫が、隣には加湿機能付き空気清浄機が置かれていました。テレビの大きさは43型でした。こちらのスペースには電話機、メモ用紙、鏡、コンセントがあります。ルームウェアは上下別のセパレートタイプでした。生地もしっかりしており、着心地も良かったです。次はクローゼットのスペースです。折りたたみ式の荷物置きとスリッパです。アイロンも備え付けられています。こちらのバッグは大浴場に行く際に着替えなどを入れるためのバッグです。転勤式のセーフティーボックスが備え付けられていました。スマホなどボックス内で充電するのでしょうか。中にコンセントが設置されていました。こちらには同じくハンガーと消臭スプレー、アイロン台、ブラシと靴べら、靴用のクロスが用意されています。先ほどのスリッパとは違うしっかりとしたタイプも用意されています。入り口、入ってすぐの場所には大きめの姿見がありました。こちらはトイレです。セパレートタイプなのでお風呂とは別になっていました。とても新しく清潔で綺麗なトイレでした。こちらは洗面、バスルームです。棚にはバスタオルとドライヤー、脱衣かごがありました。洗面ボールもちょうど良い大きさで使いやすかったです。清潔で使いやすい洗面所でした。続いてバスルームです。バスタブもとても広く新しく快適なバスルームでした。大きなバスタブに使って旅の疲れをゆっくり癒すことのできる本当に快適なバスルームだと思いました。ただしこちらのホテルには大浴場があるので、私たちは一度もこちらのバスルームを使用しませんでした。窓からの景色をご覧いただきましょう。窓にはロール式のカーテンとロールスクリーンカーテンの二重になっていました。窓からは小学校の校庭がよく見えていました。ただし窓の下の方はすりガラスタイプのフィルムが貼られており、外からは部屋の中が見えないよう配慮されていました。駅方向の窓のある部屋もあるようなので、できれば反対側に宿泊したかったと思いました。ただしこちらの部屋も圧迫感はなく、遮るものがあまりないので見晴らしもよく快適な部屋でした。かなり離れてはいますが、京都タワーも部屋から見ることができ、京都にいることを実感できる部屋でした。少しホテル内を探検しました。1階に降りてきました。こちらは大浴場です。大浴場のみ、館内着とスリッパで移動することができます。エレベーターからはロビーに出ることなく大浴場へ向かえます。手前には3人分のソファーと自動販売機がありました。自動販売機にはお茶やジュースのほか、アイスの自動販売機もありました。
風呂上がりのアイスはとてもありがたいです。ここから先が大浴場です。男性は部屋のカードキー、女性は認証カードがないと入れません。大浴場は決して広くはありませんが、とてもゆっくりと過ごすことができ、部屋のバスルームとは違ったゆっくりした時間を味わうことができます。続いてこちらは2階です。2階にはランドリールームがありました。シャープのドラム式洗濯機が6台並んでおり、洗濯から乾燥まで全自動で仕上げてくれます。部屋のテレビでは大浴場の混雑状況やランドリーの空き状況をテレビで確認することができます。Wi-Fi の速度も問題なく快適に利用することができました。食事を兼ねて京都駅までやってきました。ちょうどこの時、京都駅駅ビルの4階にある大階段ではグラフィカルイルミネーションが行われていました。通常は年間を通して京都を中心とした日本の四季、行事、風習や祭りなど高低差35メートルの大階段に映し出されていますが、この時期は特別にクリスマスのイルミネーションを投影していました。サンタやトナカイ、クリスマスツリーなどのイルミネーションが大階段に色鮮やかに映し出されていました。京都駅ビルの4階フロアから見る京都タワーはとても幻想的で美しかったです。この日は少し珍しいスカイブルーにライトアップされた京都タワーでした。大満足の京都駅の夜を満喫した後、ホテルに帰った私たちは少しほろ酔ってゆっくりと休むことにしました。部屋の窓からは先ほど見た京都タワーが燦然と輝いていました。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日の朝、お会いしましょう。おはようございます。すりガラスの向こうから少しだけ朝日が見えていました。少しどんよりとしたとても寒そうな朝でした。チェックアウトまでの間、何度かにわか雨が降っていました。少しだけホテルの周りを散歩してみました。ホテルからすぐの場所にある京都鉄道博物館です。まだ開園前なのでとても静かでした。次に梅小路公園をぶらぶら歩いてみました。とても広く緑豊かな公園なので、晴れていればたくさんの人が憩いのひとときを過ごしていると思いますが、今日はあいにくの雨なのでほとんど公園内に人はいませんでした。市電広場には京都市内を走っていた市電が引退した後展示されており、車内はカフェやショップとして活用されています。公園内の一部のエリアからは間近を走行する JR 嵯峨野山陰線や京都線、新幹線を見ることができます。晴れていればいつまでも見ていられますが、かなり本降りの雨が降ってきました。鳩がしきりに偵察に来ていました。特急や新快速、普通電車や
新幹線などまさにひっきりなしに電車が通過していきます。そしてこの場所で公園ギリギリを走るのは秦野山陰線の電車でした。ちなみに一番手前の一段低い架線のない線路は鉄道博物館の蒸気機関車に乗車することができる SL スチーム号の線路です。梅小路公園からホテルに戻ると天気はすっかり回復し、綺麗な青空が見えていました。目の前の小学校の校庭にはたくさんの子供たちが走り回っていました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。京都駅からたった一駅、梅小路京都西駅駅前にある大浴場があり、落ち着いた雰囲気の京都を味わうことのできるホテル、ザ・ロイヤルパークホテル京都梅小路、宿泊の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。